れるものっていうのと、うん、文学賞で評価されるものっていうのが必ずしも一致してるわけではないと思うんですよね。これ結構こうしっかりお伝えしたいなと思うのは、賞を取っているものがいい作品とも限らないっていうのもよくあるのは、直木賞を取ることが目標にどんどんなっていくことも多いんですよ。そして一番は賞に飲まれていくのは編集者が飲み込まれていくんですよ。あ、そうなんですか。飲まれていきますね。やっぱり担当してる作家さんの作品を賞を取らせたいって気持ちがある。それはありますね。この藤田真央、そして宮島湊くれば才能とは何かって話をぜひ伺いたいんですが、編集者として才能ってどう思われます？いやこれ本当に溢れてるなとは思っちゃうんですけどね。溢れてるんですか？藤田さんにしても宮島さんにしても溢れてるんですか？それどういうこと？溢れてるって、ご本人の中に溢れてる才能ってね、もうなんかこぼれちゃってるんだと思う。才能がある人ってなんかそれどういうこと？才能って溢れてるの？もうこぼれちゃってる人みたいなのが確どういう認して持て余してるんですよ、多分本当の。私もでも今日お会いした茂木さんとかもそうだと思うんですけど、茂木先生とかそうだと思うんですけど、僕春樹さんのノルウェーの森を本当に学生時代以来久しぶりに英語でジェイ・ルビンさんの英訳で読んだらものすごく感動したんですね。やっぱりジェンダーとかでどっちかというとキャンセルされかかってる感じが僕は村上春樹さんについてはあって、ただそのノルウェーの森ってやっぱり最高傑作なのかなと思うんですけど、なんかその人間の捉えどころのなさっていうか、男も女もでそれが英語で読んだ方がなんか本質が見えた気がして。なるほど、面白いで、それ面白いですね。でこれから日本の文学どうなりますかって、これちょっとすごい乱暴な質問なんだけど。今どんどん本のマーケットがグローバル化してるじゃないですか。でそのあたりって編集してる中でどういう意識で？正直小説を書いているとこのもっと広げたいという気持ちと、ただ日本語っていうところに守られてる業界でもあるんですよね。要は日本のマーケットがある程度大きくて、かつ海外、日本語話者が割と日本語の本を読みたがるっていう、日本語オリジンのものを読みたがるっていうところにずっとある種甘やかされてきた業界でもあるので、そのグローバリゼーションみたいなのをかなり感じづらくなっている業界であり、それこそが何かを守っているっていうところも一方であると思うんですよ。ここでしか書けないものっていうのがある、マーケットが小さいからこそ書けるっていうものもあると思うんですけど、ただ、ビジネス的には厳しいですよね、正直。そのままだとね、相当厳しいですよね。だからやっぱり書かれてる方でどうしても作家さん自身の書く内容っていうところもちょっと狭くなってしまうこともなくはない。でそれが何でかっていうと今回でもそれこそ選挙やってても思いましたけど、結局自分の半径5メートル以外のことを知るって本当に大変だなと思って、そうなんですよ。その時に海外文学における自分の小説の位置だったりとか、じゃあ例えばここ100年における自分の小説の位置だったりっていうのをもうちょっと捉えられる書き手が増えてもいいのかなとは。それはいい例えかな。ですよね。僕春樹さんのノルウェーの森を本当に学生時代以来久しぶりに英語でジェイ・ルビンさんの英訳で読んだらものすごく感動したんですね。で僕はそれ我々は村上春樹をまだ知らないっていう英語のエッセイにしてちょっとネットに載せたんですけど、でやっぱりジェンダーとかでどっちかというとキャンセルされかかってる感じが僕は村上春樹さんについてはあって、ただそのノルウェーの森ってやっぱり最高傑作なのかなと思うんですけど、なんかその人間の捉えどころのなさっていうか、男も女も欲望を持ってて、女には女の欲望があるし男には男の欲望がある。でそれが英語で読んだ方がなんか本質が見えた気がして。なるほど、面白い。それ面白いですね。で春樹さんってやっぱり翻訳帳、あれがちょっとなんか日本語話者にとってはなんか邪魔になっちゃうところもある気がして。なるほど。でよく言われてるドストエフスキーのロシア語ってかなりひどい問題があるじゃないですか。
でひょっとしたらロシア語話者より我々の方がドストエフスキーの本質読んでるかもしれない。でそこでちょっと伺いたいのは文藝春秋っていうとそれこそ芥川直樹持ってて。違う正確に言うと別の財団法人だけど、文藝振興会関わってらして、深い。でどうしたか従来文体の美しさとか精緻さとかいうことを価値としてずっと言われてきていると思うんですけど、文学の本質って本当にそこだけにあるのかな、そこ以外のところもあるのかなって思うんですけど。これは確実にあるだろうなと思ってはいて、で文学のこれなんかそれこそ大学の時に、文学部の担当の教官が言っててなるほどなと思って未だに大事にしてるんですけど、なんか文学っていうのはなんか言葉と社会と人間っていうののこの三角形でできてるんだみたいな話をしてて、でそこがその均衡によっていい文学かどうかが決まっているんだみたいなことを、言葉が社会を養成することもあるし社会が言葉を養成することもあるし、で文体の話だけするとどうしてもここの言葉の話だけにどうしてもなってしまって、ただこれってバラバラなものでもなく文体がこの社会があったからこそそれこそジェンダー的な問題で男性的な文体だったりとか、あとは人の話すスピードだったりとかって多分文体にできると思うんですけど、要は社会の時間の流れ方ですね、それで文体に影響したりとか、社会が養成する文体っていうのもあると思うんですけど、文体だけを取り出すことって本質的には難しいと思うんですよね。ただこの文体を語ることによってここの社会についてだったりとか、またこの文体を使う人間、それは作者も登場人物も含めて人間っていうのを語るっていうのが本来の文体論だと思うんですよ。だから文体だけを取り出してこれは美しいとかこれはよくできているとか文章がうまいとかっていうことが本質の文学からはちょっと形落ちなのかなっていう気はしている時はあるんですよね。これから日本の文学どうなりますかって、これちょっとすごい乱暴な質問なんだけど中期長期で多分変わってくるかなという気がしていて、中期的なじゃあ向こう10年どうなりますかみたいな話で最近感じているのは、まさにこの宮島さんが成瀬は天下を取りに行くっていうので象徴的だったなと思うのが、マーケットがちょっと変わってきてるなという気がしていて、でここ、本屋大賞っていう、これ一番多分今本が売れる賞だと思うんですけど、本屋大賞の受賞作とかを見ているとどちらかというと今までってすごく傷つきやすい人たちを救う、傷つきやすい心に寄り添うっていうタイプの割とこれいい意味で使ってます。いい意味で小さい世界の話っていうのがどんどん増えてきてたと思うんですね。でそういうマーケットがすごく増えてきていた。でそれがすごく本来の小説の形に近いものではあると思うのですごい良かったと思うんですよ。小さい物語を自分だけの物語を。ただこの成瀬が何が起きたかっていうと、2024年に起きたっていうのは、成瀬ってそういう傷つきみたいなところを突破していくみたいなそうですよね、ある意味突破していく話で、で共感みたいなのを結構跳ねのける小説であり、今までが共感小説だとしたら共感じゃない方向に行く。これってすごい乱暴な言い方するとみんなが大きな物語を欲し始めてるのかなとも思ったんですよね。それがトランプさんの当選とかとも私はどっかこうする、別に宮島さんの思想がってことは全然ないんですよ。ないんですけど、何か大きなもの強いもの現状を突破してくれるものっていうものを寄り添われるだけじゃダメだっていうところにどんどん人が変わっていって、ついに小説でもそっちが来たかって思ったのが成瀬だったんですよ。なるほどな。ここ10年ぐらいはそういう大きな物語みたいなのを書き手というか、少なくともそういう物語がどんどん求められていくんじゃないかな。逆にそういう物語が生まれていかないともう小説っていうものが時代からもっと取り残されてしまう気がしている。で怖い。三角形理論は重要ですね。いやそうなんですよ。面白いんですよ。だからそうなんですよね。だから社会がどういう人間を養成してるかみたいな話になるので。でもっと長期でいくとそもそもやっぱりもっと長期っていうか、ある種10年20年の話かもしれないんですけど、活字である必要がどこにあるのかっていう問題とはやっぱり対峙していかなければならないので。伊藤詩織さんのブラックボックスダイアリーをきっかけにいろいろなちょっと議論が行われていると思うんですけど、現代におけるそのジェンダーとかハラスメントの問題について何か
感じてらっしゃることあったら。そうですね、伊藤さんの問題だと、最近だとフジテレビの問題だったりとか、なんかこう、伊藤さんの問題とちょっとフジテレビの問題ってまたちょっと分けた方がいいかなとは思っているんですけども、なかなか悩ましいのはやっぱりこういう仕事をしているので、セーフティーにものを作る環境ってどうしたらいいのかなっていうのはすごく感じてることが特にフジテレビ問題ですね、多くて、最近もまだ答えが出ていないんですけども考えているところではあるんですよね。でそれが何ですかね、例えば私編集者だと大体作家さんと1対1、同じ多くても1対3ぐらい、そんなにチームって言ってもそんな映画みたいなチームじゃないので、その中でやっぱりこう生っぽい感情に触れ合うわけですよ。でそこの中に確実に、あれはフジテレビの時もあったと思うんですけど、権力勾配みたいなのがかなり絶妙なバランスである、新人作家と編集者、またはベテラン作家さんと編集者みたいな、その中でどういうふうにセーフティーにものを作れるのかっていうのはまだ多分答えを出せてないんだろうなと思うんですよね。なんか特に文芸は編集者と作家の付き合いってやっぱりそういう中でアイデアが浮かんできたり、文学論戦いしたりとか、それこそ分断場合ったりとか、そうですね、だから難しいですね。そうなんですよね。であと一方で我々は会社員としてやっているので、会社がどこまで社員を守るべきか、守る必要があるのかっていうところもどんどん変わってきてはいて、で、自分も会社の一員として例えば後輩を守る立場にあるとか、同僚を守る立場にある、それは空気を作るって意味でも守る立場にあると思うので、やっぱり自分がまだ足りていなかった、要はハラスメントっていうものを容認する空気を多分に作っていたところはあったと思うので、そういう意味では変わっている過渡期ではあると思うんですけど、それ思いますね。そうですね。ちょっとあんまりあれですか、出版界が価値観として十分に現代化してないっていうところがある。もうこればかり人によるとしか言いようがなくて、人による会社によるとしか言いようがないなと思ってはいて、今非常に幸い結構セーフティーな環境で働けていて、でそれはなんか今の本当に小さな話で、今の周りにいる、例えば上司だったりとか同僚が非常に理解がある、である種ものづくりに対してすごく真摯だからこそ、そこに対してはセーフティーな環境でやりましょう、でもちろんこちらからの権力勾配を利用した作家さん、またクライアントへのハラスメント的なものは当たり前ですけどNG ですよねっていうことが完全に共有された上で働けているんですけど、例えば会社が違う、私転職しているので、会社が違ったり、本当数年前とかまではそれが共有できない環境だったりとか、それが言い出せない環境だったりとか、または私もキャリアが浅くてそれが言い出しづらかったりだったりとか、そういうことって多分にあったので、そこの上で何ができるんですかっていうのは難しいなとは思うんですよね。ちょっと抽象ぼんやりした話してくるの。分断っていうのはまだありますか？ありますが、これはすごいニッチな話をすると、純文学とエンタメ小説っていうのがあり、純文学の方がいわゆる分断っていうのが起こり、歴史的にもその分断って、いわゆる分断ってそれこそ太宰治だったりとかの頃から続いているものなので、同人誌文化分断みたいなのっていうのは純文学の方が起こりやすいんですけど、ただハードボイルドエンタメ小説も、私はいつもエンタメやってるんですが、エンタメ小説の中でも特にハードボイルド系の作家さん中心の分断っていうのはもちろんあります。でそれは一概に悪いものばっかりではなくて、作家さん同士である種編集者との付き合い方を学んだりとか、本当に小説上の戦わせたりとか、どうしても作家さんで孤独になってしまうので、作家さんの世界を広げるっていう意味では分断って悪いものではなかったと思うんですよ。ただその分断カルチャーみたいなところがどんどんこうホモソサイティなものである、ホモソサイティなものと結びつきやすいっていうのも正直なところで、やっぱり男性の作家さんの方が特に分断にはいる方が多いですし、そこがホモソ的なものとつながりやすい環境ではあると思うんですよね。でそれを何ですかね、
編集者がちゃんと断ち切ることができるのかみたいなところっていうのはもうちょっと編集の方にも問われるものがあるなとは思いますね。僕は中村明さんの好きなエピソードが文藝春秋の当時の社長と会った時に、USB メモリー渡してそれが久々の小説になったっていう有名な話があるじゃないですか。だからそういう本当にもう全く分断とか関係なく小説書かれててっていう、だからもう一緒に飲んで「いや村上さん今度どういう小説にしましょうか」って「そうだね」って言うんじゃなくて、そういうドライな形で生み出されてる作品もあるし、今の作家さんそういう方の方が多いですね。本当？多いと思います。ドライな方が多いと思います。メールでいきなり作品が来るの？もうズームでこう話して、じゃあ2週間後に1時間ミーティングですではみたいな方もいらっしゃいます。でも多いですよ。それでちゃんと活躍されてらっしゃる方も、じゃあ分断の付き合いは必須ではなくなってるってこと？かなりそうですね、少なくなってますね。特に30代、20代30代の方はただ孤独にはなりやすいと思います。やっぱ作家さん同士の付き合いっていうのが、多分分断って別に編集と作家さん以上に作家さん同士の師弟関係が生まれたりとか、そういうところは多分いいところだったと思うので、ただコロナ禍以降も減りましたね。そういう意味では当たり前ですけど、あとやっぱり今切実に作家さんが、特に中堅若手と言われる作家さんが売りたいっていう、売れなきゃっていう切迫感が強くて、そうですか。すごいです。いやだってもう、食べていくためにっていうレベルの話じゃあになってくるので、本当にプロフェッショナルになってきてるってことですね。どうしたら売れるんですか。だから編集者に別にかつての作家さんがみんなそうっていうわけでもないと思いますし、皆さん一生懸命小説書かれてるのはもちろん分かった上でですけど、でもこうどっかで編集者は楽しく飲んでくれればいい相手って思ってる方もゼロではなかったと思うんですよ。かつてはね。かつてはそれでも売れるから。でも今もうちょっとお前さんはこうもう俺と一緒にどうやったらこの本が一冊でも多く売れるかを、このプロジェクトを成功させてくれっていうプロジェクトメンバーみたいな、プロジェクトチームみたいな。だからもう営業は何をしてくれるんだ、プロモーション部は何をしてくれるんだ、これを一冊でも売れるためにこの本はどうしたらいいんだっていうタイプのが、いわゆる中堅若手作家さんはかなり多いですし、で結局そうすると兼業作家さんも多くなるので、デビューしたてとかだともうビジネスライクにどうしたらこの本もっと売れますかで、あなたに求めてる、編集者に求めてるのはこの本を一冊でも多く売れるための能力スキルでありますっていう、一緒に楽しくお酒を飲めるかどうかは売れてから考えようみたいな付き合いに移行してるとは思いますね、大きく分けると。ただこれ難しくて、そういうふうにそのプロジェクトベースなのはやっぱりこれから頑張るぞっていう作家さんなんですよ。もうすでに売れてる方っていうのは余裕がある。そう余裕があるけれども、やっぱりそこにある種の権力勾配が、ハラスメントも含めての権力勾配が発生しやすい土壌はあるので、そこはまだ完全にクリーンになりましたとは言えないなっていうのが現状ですね。文春との関係が微妙な堀江貴文が、あいつの携帯にはこの前も確認したけど、文春の電話番号はクソ文春って書いてあるんです、登録されてるんですけど、それはあいつ何回も言ってるんで、その堀江が秋元康さんに「もっと本出せよ」って言われたっていう話を時々するんですよね。つまりヒットって秋元さんが「川の流れのように」って大ヒットさせましたけど、秋元さんいっぱい詩書いててヒット曲いっぱいあるんだけど、そうじゃない曲もあって、たくさん出ないとヒットって何がヒットするか分かんない、特にメガヒットは。で人工知能の世界でも何がヒットするかって予測することはほぼ不可能っていうのがもう確定してるんですよ、ほぼ。だからヒットって逆に言うと仕掛けられるものでもないんじゃないかっていう気がするんですよね。確かにもう年に3冊しか作っちゃいけません、その中でヒットを出せって言われても言われましてもみたいなところはありますね。ただどんどん、いやとはいえもう無尽蔵に出せばいいのかっていうとそういうものでもなく、無尽蔵に出してた時代からもうちょっと絞った上でっていうところに今の文芸界は、業界の、メーカーとして出版界を見た時に変わってきてるんだろうなとは思います。大川茂樹さんが文学界の編集長だった頃に僕は連載させていただいたことがあって、で2回目の連載の話が来た時に俺当時すごいもう頭おかしくなってて「英語でエッセイ書くのどうすかね?」とか言って「
大川さんが最後一言「茂木さんうちはただの文芸誌なんです」って帰っていって、それ以来音沙汰がなくて消えたんですけど、まあそれは置いといて、それは冗談、あくまでも冗談なんですけど。でその文学界なんか、まあ、当時年間これだけ赤字ですっていうことは聞いてたんですね。でこれ無事だからこれ完全に今業界ゴシップの話で、だからその純文学が例えば芥川賞を取ってもほらそれで食べていける人って本当に少ないじゃないですか。そうですね。それだけでっていうのはなかなか。で直木賞っていうかエンタメ系の方がまだ食べていける人はいらっしゃると思うんですけど、数字的にそのあたりどうですか、その文学界の経済問題。そうですね。まあもちろん私普段はエンタメをやってるんですけども、もちろんエンタメもそれだけで食べていける方ばかりではないっていうのが正直なところで、それは本当になんか毎回申し訳ないなって、だって編集者って守られてるじゃないですか、会社でね。まあ、いつ潰れるか分からない会社ですけど、正直いつ潰れるか分からん会社ではあるが、しかし今年のお給料は確保されてる状態で。でもやっぱりこの作品が売れないとって思ってる作家さんの前で自分が、まあ向こうは必死なんだ。そうだから同じようにちゃんとその売れたいって思いを共有できるかっていうのはいつも自分に問いかけるところではある。黒岩さん素敵ですね。そういうふうな気持ちで作家さんと運命共同体というか。いやでもそうでもしないと、でもやっぱりこれも長い目で割と中期的に見て、自分が食べられなくなる話なので。あ、それはそうだな。結構そうなんですよ。切実なんですよ。とあとまあ普通に生きてても小説読んだよ面白かったねって言ってくれる友達がもうどんどん減っていくっていう、要は出版業界以外の友人と飲んでいて小説を読むっていうことが、まあ、彼らの日常の中にある人っていうのは少ないじゃないですか。でそれをどうやって取り戻せるのかっていうのはまあいちいち考える。まあ先ほど申し上げた活字文化をどうやって残すのかっていう。興行っていうか仕掛けっていう側面ってどうしてもあると思うんですね。その芥川賞がこれだけ社会的な事件になったのも石原慎太郎さんの「太陽の季節」がきっかけだったって言われてるじゃないですか。一つの仕掛け方。はい。いや逆になんだと思います、茂木さん。でもなんかその身体性ってなんかあるんでしょうね、時代の変わり目っていうか。そうです。でも身体性っていうのはおっしゃる通りだなと思って、もちろん社会現象になるものって身体性を絶対伴ってると思うんですけど、はい、すごい思うんですけど、読書って結構身体性を本来伴っていたものだと思うんですよ。